ちょっとね、もう何もできないように嫌がらせされてるんで、証拠収録。あいうえを。感度上げても大丈夫かね。感度上げても大丈夫かもね。ちょっと感度いじりますわ。あ、眠くなってきた。急に眠くなってきた。またもや案の定の。70でいいか。あいうえを。2025年3月4日午前5時13分です。未だに編集作業に取り掛かりません。帰宅したのは2月の24日です。10日経った。編集しに被害報告をしに喋れなくなった今。実家に戻ってきました。仕事辞めて。仕事は連中に嫌がらせされて、連携プレイ、集団ストーカー全然いますよ。で、そいつらが嫌なんで、避けてる、避けてる、逃げてる、何もしない状態。それ連中分かった上で、付きまとってますよ、ほのめかせますよ、ほのめかしてますよ。アピールしてきてるから。してきたから。で、危険な目にも遭わされたし、嫌がらせ妨害、全然、電磁波攻撃もありまして、これ丸されるな、つう感じで逃げて、実家、そして被害報告やろうとしてんだけど、未だに何もできない。で、今も何もできなくて、いろいろ何もできないように、いろいろ工作されてる。必要にいちいちやられてるからそうなる。連中が頭がいいとかそういうのない。とにかく必要にいちいち妨害が介入してきてる。する。洗濯ももちろん妨害されてて、お風呂ももちろん妨害されてる。全然されてる。いくらでも23条通報を乱用して、入院させて、監禁、刑務所。悪いことしてないのに、政府から都合が悪いから、政府から気に入らない人物だからっつうので、勝手に23条通報を乱用して迫ってきて、入れられて、精神病院に、強制収容所だね、もろ。で、入れられて出てきて、で、何の態度、嫌がらせ、変えるところ全くなし。23条通報を乱用している側、生活安全課側。もうその言葉でも、だから、ドラッグにしても、組織、企業、ブラック企業にしても、そういう名前で騙してるでしょ。オレオレ詐欺、ミャンマー。名前で騙すでしょ。詐欺するでしょ。そういう連中っすよ。で、そういう連中、連携プレイグル。で、いろんな犯罪に巻き込む。ミスリードしていく。で、喜んでる。で、正義のヒーローずらして出てくる。仕事してないから、しないから、世の中不景気。これまともな警察がいれば世の中不景気にならない。逆にね。ゲップきた。逆に。まともじゃないから、名前だけのポリスだから、警察だから、世の中どんどん不景気。そういう状況になってるのは私たち国民のせいとか影響とか悪いんじゃなくて、もう明らかに旭川14歳少女凍結遺体事件見ても、それ一つだけでも、その氷山の一角一個見つけるだけでも、どれだけ連中が仕事していないかわかる。で、今私もそういう状態、あとずっと仕事してて情報弱者になってるんで、情報収集しながらも、編集作業、とにかく吐き出したい、被害報告収録してあるやつを喋れなくしてきてる。出したい。で、これは需要がないですよ。ほとんど再生数回んないけど、集団ストーカー連中23条通報を乱用してくる、パトチンカーでひき逃げしてくる連中に都合の悪い証拠証言、証明につながるんですよ。で、それを連中一生懸命潰してくる。で、それは
動画とか私のこういう収録とかラッポンね、それを潰すだけじゃなく、連中私のチャンネルを潰す気満々ですからね。そういうことしないつもり、しない体裁、アピールしながら全然そのつもりしかないからね、連中。言っちゃえば、これお前の問題、お前らの問題と関係ない。私の問題、集団ストーカー被害者様たちの問題と関係ないって捉える方いるかもわかんないけど、つながってるんですよね。グリコ森永事件、それから森永卓郎様、亡くなられましたね。で、今、情報弱者の状況状態で、また再び、あの人いいこと言ってたな、つんで。嫌がらせされながらもお風呂に頑張って入ってて、お風呂に入るのにね、頑張って入んなきゃいけないって、これおかしな話だけど、嫌がらせされるから、されてるから、頑張って入んなきゃいけないんですよ。23条通報を乱用するきっかけになったのもお風呂に入ったことですからね。で、その時に、ゲップした。なんとか、ゲップで喋れなくされてる、ここ。連中ブレインジャックとかして、私が今からどの人物の名前出すかも分かってるんですよ。で、それ喋れないように妨害してきてる。YouTube でね、ちょっと待ってね。これ画面なしです。画面全然撮ってない。そういう準備、セッティングね。設定喋れなくなってる。喋れなくしてきてる。そういうのをセッティング、喋れなくしてきてる。思考停止、記憶消去、今やられてる脳に。で、喋れなくなってる。もう逐一こういう感じでいろいろね、妨害されて何もできなくなってるんですよ。もっと言っちゃう。連中が言われたくないことをまたさらにここで付け加える。で、この私のね、収録や内容で私のチャンネル潰せないんですよ。だから一生懸命難癖つけて潰せるような状況、連中、必要につきまとってね、工作してるんですよ。ネオ麦茶の事件ですね。西鉄バスジャック事件。話飛ぶようで、これ全部つながりますね。これも連中言われたくないのこっちで把握してる。経済。ちょっと待ってね。すぐ出てくるはずだけど、これだけで。コメンテーターで、経済のコメンテーターやってる人で、森永卓郎も入れるか。はい。キーボードの入力もおかしくなるように今妨害来てる。で、喉にも攻撃。いつも通りのこの人何言ってるか分かんないの収録になってきたでしょ。喋りになってきたでしょ。ちなみにマイク、コンデンサーマイクじゃない、ダイナミックマイクにしてますね、今。森永卓郎しか出てこないな。で、急に眠くなってきた。この人の名前が今出ないのおかしいんですよ。連中言われたくないの。ネオ麦茶と森永卓郎と、分かった。三橋。森永卓郎と三橋、嫌がらせ、キーボード入力ミスしてる。三橋貴明だ。三橋貴明、三橋 TV か。チャンネル、ちょっとこれ登録するわ。なんで、三橋貴明っていう方のこと私分かって理解してて、この人まともなこと言うな、知ってるな、まともなことを知ってて言ってるなと思って、前から見て目はつけてたんですよ。で、見てなかった見なかった。なんでかというと、私が見てると見ると丸されると思ったから、
そういうのあるんですよ。いやお前が見ただけで、だからそういうのあるから、本当にあるから、私腰押しちゃんとかに接近できない、してない、しないんですよまだね。したいけどね、時期は来てるからね。ただ今腰押しちゃん安全な感じで動画出るよう出すようになってきてるけど、連中偽装工作で一回丸する前にそういうことさせるからね。で三橋貴明も見てて、あ、この人まともなこと言ってるわ、分かった状態で、この人が情報全部出すまで、出るまで、それから私が見る前に他の人たちが見るように、私わざとこの人を横目で確認しながら見てなかったんですよ。で久しぶりに見たら森永卓郎みたいな外観になってるじゃないですか。外見になってるじゃないですか。やられてますよ。でやってんの誰かねって、私に攻撃している連中と一緒でしょって。私まだデビューしてないですよねYouTube でチャンネル持って動画出してるけど、まだデビューした状態じゃないですよ。誰も知らない状態。集団ストーカー被害者様たちには私の動画見てもらえてるかもわかんないけど、一般人には見てもらえてると思えない。チャンネル登録者数から再生数から逆算して、それから連中が再生数とか数字いじってんの見てるから、ほのめかしで連中の人数って結構多いから、それから人数多くても多くなくても数字だけは出せるから、連中出すから。偽装工作の水増しのほのめかしの数字って連中全然いじくりまくって不正してでも出すから、出されるから。でこれは私一般人に私の情報って言葉って出てねえなみたいな、伝わってねえね、見られてねえな、喋れなくなってきてる、どんどんっていう感じだよね。でこういうふうに喋ってるところも、自分の姿は顔を出さなくても姿は出すつもりでいろいろ準備しようと思ってるんだけども、全然前に進まないっていう話で、あんまり妨害がひどいんで今とりあえずこれ収録した。でこの収録のする状況、状態、体制も今やっとこういうふうにできたけど、こうなる以前にも喋りたいこといっぱいあった、伝えたいこといっぱいあった。で収録だけはしてもまだ編集はできてない。おそらくこれもで、これ今一発目で編集して出してでやろうかな。まあとりあえず長くなっても聞かなくなるんで、三橋 TV、 三橋貴明、森永卓郎と同じ外観外見に急になりましたねって、これやばいっすよね。で彼は言ってる、喋ってる、それから知ってる、分かってる。でおそらく一線超えるな、もしくは超えたな、喋れなくされてるし、今頭蓋骨にも微炭酸音じゃないラップ音入れられてる。マイクには拾ってないと思う。これダイナミックマイクに変えたから、コンデンサーマイクの方が高感度です。でダイナミックマイクっていうのはノイズとかがあんまり入らない、拾わないマイクです。ラジオとかね、ポッドキャストとか用に使うやつですね。でそのつもりがあって、ダイナミックマイク今回用意しました。ちなみに7000円。その辺の話も後でいろいろやってきます。三橋 TV、 三橋貴明、それから森永卓郎、連中電磁波ハイテク犯罪兵器で丸する気満々で、そういうことをどんどんやるつもりじゃないかなという感じで、この辺もあんまり言うと私の方が丸されちゃったりチャンネル潰されるんで、言いがかりで難癖つけられてあんまり言わない。それから西鉄バスジャック事件、あいうえお700様とかね、まあそんなところ、グリコ森永事件、森永卓郎ね、以上にしときます。